どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回はですね、Apple の発表会ね、決定しましたので、どういった製品が出るのかっていうのが、さらにね、ちょっと詳細出てきましたので、チェックしたいかなと思います。声がね、枯れてるんですけども、特に今回 Mac、ですかね。そういった仕様になるとかが出てきてるんで、一緒にね、見ていきたいと思います。アップルイベントですね。もうすぐですよ。はい。ということで、この Apple のイベントっていうページに行ってもらうと、これ出てますね。日本時間の10月31日の午前9時からになってます、今回。火曜日ですかね。いつもね、夜、午前2時とかなんで、あっちの現地が夕方で31日なので、ちょうどハロウィンなんですよね。被り物がね、ちょうどあるんですけども、それを被ってやろうかなとライブ配信もね、しようと思ってるんですけども、開催が今決まっております。で、今これ見てもらってるようにですね、ファインダーですね。フィンダーって言っちゃったんですけど、Mac のアプリの画像がね、出てきてるので、おそらく Mac 関連が出るんだなと思われます。マークガーマン記者っていう方ですね。こちら、ブルームバーグの記者になるんですけども、めちゃめちゃ当たるんですけど、新しいね、記事を今回更新しておりまして、非常に詳細書かれておりました。それちょっとね、後ほど見ますね。あとですね、ミンチーコーさん方、これも台湾の確かアナリストの方だったと思うんですけども、当店はM3 シリーズの MacBook Pro ということで、おそらくなんですけど、Mac のね、M3 チップが出るんじゃないかなと思います。MacBook、Pro っていう風にね、言ってますね。今年の発売はありそうにないと予測しましたって書いてあるんですけども、一応なんか出るみたいなことは言っておりますね。11月にですね、Apple の決算があるんで、それに合わせておそらくちょっと前倒しというか、ギリギリで入れたのかなっていう感じがしますね。なんか時間が変な時間なんで、はい。ハロウィンっていうのをね、合わせたみたいなんですけど、こういうのだったりとか、あと一部ですね、Weibo かな、このシュリンプアップルプロさんから、MacBook Pro だと思いますっていうね。Weibo なんで、中国版の Twitter ですね。から結構、中国でね、作ってるんで、こういった新型 Mac らしき、箱の画像がですね、なんか出てましたけども、本当かどうかわかんないですね。ダイナミックアイランドコンファームとか書いてあるな。本当にちょっとなんか怪しいですけども、ダイナミックアイランドないかもしれないですけども、ダイナミックアイランドがちょっと見えると。iPhone の上にね、こう入ってるやつですけど、これはどうなんですかね。フェイクかもしれないんで、なんとも言えないですけど、本当もう登場はね、近づいてると思いますね。ブルームバーグの記事になるんですけども、翻訳してるんですけど、10月に発売する予定のものすべてということで、スケアリーファーストっていう風に英語では書かれてまして、驚くほど早いみたいな、怖いぐらい早いみたいな意味なんですけど、ニュアンス的にはより高速なチップですね。おそらく M3 チップのことを表してるんじゃないかなと思います。この時間火曜日なんですけども、スケアリーっていうちょっとなんか不気味なみたいな感じもあって、おそらくなんですけど、ハロウィンのね、不気味な感じ表してるんじゃないかなと思います。気持ち悪いぐらい早いみたいなね。性能を一緒に表してると。ソフトウェアのアイコンっていう以外にですね、特に何か分かってないけど、ガマ記者によると MacBook Pro のラップトップと、iMac っていうのをね、今準備してるっていうことで、おそらくその M3 チップですね、新しいチップを発表するんじゃないかと言われております。2022年6月に出て、だいたい1年半スパンで、M1、M2 っていう感じで出てるので、ちょうどね、1年半なんですよね、10月、11月で。で、M3 チップが来るんじゃないかなというところでございますね。なんでこんな変な日にちなのかっていうと、時間。おそらく、さっき言ったようにですね、11月2日に決算発表がありますので、今回の製品が入るわけではないけど、おそらく何かしらの、決算の発表の前にやりたかったのかなっていう感じはありますね、正直ね。正直1月に M2 Pro、M2 Max チップっていうね、MacBook Pro も出てるんですよね、正直ね。これが。測られない、計り知れない、ただものじゃないって、これ1月に出たんですけど、まだ1年経ってないんですが、おそらくですね、本当は去年の11月とかに出したかったのが後ろになったと思うんで、ただ今回、MacBook Air とか、そこら辺は出ないかと思うんですけど、最近で言うと15インチの MacBook Air とかですね、Mac Studio とか、あとは、Mac Pro とかね、そこら辺出ております。ただ Mac 自体はやっぱりもう売り上げの大体 10% ぐらいなので、そんなに大きくないんですけど、一応ね、重視はしているというか結構売れてる。で、MacBook Pro なんですけど、ハイエンドの MacBook Pro なんで、今回 M3 か。M3 Pro と Max っていうね、チップがあるんですけども、これが入るということで、バージョン2つ、テストしてまして、3 Pro に関しては、高性能コア6と高効率コアが6っていうような感じで、12ですかね、CPU が。メインのね、人間で脳みそのとこなんですけども、で、今回どっちかというとこのグラフィックスの強化が大きいんじゃないかなということで、20、M2 Pro に関しては。今が確かですね、16か。
16コアなので、まあ4コア増えてるんで、まあこれなんか分かりやすく言うとね、料理で言うと分かりやすいんですけど、料理作る時のまあ16人で作るか20人で作るかみたいな、まあそれ多い方が早くできるよねっていう、まあ処理的な脳みその数だと思ってもらえばいいんじゃないかなと思うんですけども、16コアの処理、CPU で高性能こっちは12で、高効率が4なので、ちょっとバッテリー持ちがね、これ心配ですけどね。まあ高性能コアっていうと高効率コアっていうのでね、構成されてるんですけど、まあいわゆる高効率、まあそんなに力を使わない、まあこういったウェブサイト見るときは、バッテリー使わないようにこの高効率コア使って、高性能コアね、増えてるってことは、バッテリーの持ちがなんかちょっと悪くなるんじゃないかなっていう心配はあるんですけど、はい。で、グラフィックは40コアになるので、今ので30コアなので、まあおそらく iPhone の感じを見る感じ、やっぱりゲームとかもかなりですね、まあ、iPhone 15の A17 Pro チップっていうのが入ったんですけど、まあ、ゲームにかなり強化したようなモデルにはなりそうです。はい。で、メモリがどうやらなんか24と48っていうオプションを、まあ、新しく入れるんじゃないかってことで、今確か何があるんだっけ、16、32、64とかだったと思うんですけども、ここにおそらく24とか48が入るみたいなそんなにいるのかっていう感じはするんですけども、まあ、オプションが増えるのはいいかなと思いますね。この間に入ると、まあ、ちょっともう少し安く買えたりはすると思うんで、そういったのもあるんじゃないかっていうふうに言っております。まあテストなんでね、まあ、出てくるかわかんない。まあ24はまあ出そうですけどね、MacBook Air にあるんで、はい。で、iMac に関しては、今24インチのモデルがこれですね。細いやつが M1 で900日が2021年の確か4月ですね。あ、書いてあるわ。4月に出たんですけども、それからもうほぼ放置状態だったんですけど、ようやく来そうかなっていうことで24インチで、今回ですね、内部設計の変更、多分 M3 チップなんじゃないかな。M3 チップって書いてますね。まあ、なので、改良されたスタンドっていうのがね、書いてるんで、今このね、タイプね、スタンドついてるんですけど、高さ調節とかできないんですよね。まあ、傾きだけとか。で、取り外しも、まあ、できなかったかな確かね。でまあこれももしかしたら改良されるなんかねベサモデルとかねこんなスタンドをこうつけたりとかできたらいいなと思うんですけど、基本的にはただデザインはまあ今のままのこんな感じだと思いますね。で変わらないんじゃないかなと思うんですけど、今回なんでM3 チップが入ってまあ、メインの処理コア M2 と同じって書いてますけども、まあ、グラフィックがやっぱり10コアになるのでGPU 性能が今回強化されるのかなと思いますね。 M3 は基本的なところは変わらないかなと思います。で USB-C コネクターですね。あとね、まあ、このマウスとかトラックパッドがこれねついてくるんですけども、まあ、ここがまあiPhone もですね全部 USB-C になったんで、まあ、この Mac のアクセサリー類とかも全部 USB-C になるんじゃないかなと思いますけどね。まあこれは多分変わんないんだろうね。まあサンダーボルトはまあこれはねもう USB-C にはなってるんで、電源コードとかねまあ基本そんな変わんないんじゃないかな。おそらくスピーカーとかカメラとかちょっと良くなるのか、まあそもそもいいですけどね。デザインはいいので、まあ性能のアップが基本的には、まあ、この M1 が M3 になるんじゃないかなと思いますけどね。まあアクセサリー類が USB-C になって買えるようになるんじゃないかな。僕らも個別で。このカラーはないと思いますけど、オプションは。iMac25 周年らしいので、それに合わせたのかなわかんないけど、あったのかはたまたまわかんないですけど、今回M3 チップの MacBook Pro、ローエンドなんで、まあ13インチの MacBook Pro に関しては、今回は多分出ないんじゃないかって言っておりますね。で MacBook Air に関しても13、15インチ開発中なんだけども、まあ、来年の前半ぐらいまで、まあ、来年6月とかですかね、おそらくねか、まあ、3月4月あたりじゃないでしょうか。M3 チップ、まあ、Air は今回なんでないんじゃないかなと思いますね。まあ、15インチね6月出たばっかなんで、まあ噂されてる iPad なんですけども、まあ、今回はどうやらなんかねデビューさせる予定はないということで iPad はまあないみたいですね、彼が言うには。まあ出たとしてもそんなにね中身が変わるぐらいなんで、まあね、この M3 チップが出てからだいたい iPad が出るんで、まあ来年でしょうね。これもね3月4月ぐらいじゃないですか。で iPad Pro が、まあ、結構ここは iPad Pro はね結構変わるんじゃないかって言われてるんで、まあ、Apple Pencil だけなんか出ましたよね最近ね。あとは、まあ AirPods とかに関しても、まあ、来年ね、まあ、AirPods Max が今回はまあおそらく出ないと思いますけども、ちょっと出てくれたら嬉しいですけどね。これも結構もう3年ぐらい経ったと思うんで、まあ、USB-C とかになって来年ぐらいにね24年後半書いてます。ローエンドモデルと AirPods Max ヘッドホン、まあおそらく AirPods のね第3世代とかあたりが USB-C になるんじゃないかなと思いますけどね。まあそこら辺かなと。で AirPods Pro はまあ多分第3世代はまだもうちょい先かなみたいな感じにはなってますね。っていうのがまあさらっと、まあ、MacBook Pro かな。まあやっぱりね今回目玉はM3 チップの発表なんじゃないかなと思います。今この M2 Pro M2 Max っていうのがね入ってまして、まあこの GPU の強化がまあ主だと思います、正直。とまあメモリのオプションがまあもしかしたら24が増えるのかなっていう感じですけど、まあ基本
もね、かなり性能はいいんで、僕は MacBook Air にね、載せてほしいんですけど、ただバッテリー持ちがね、今のを見ると大丈夫かなっていう特に MAX モデルはですね、性能強化なんでかなり、バッテリー持ちはやっぱプロね、M3 Pro とかの方がいいと思いますね。MAX ね、バッテリー持ちあんま良くなかったんで正直。そこにMacBook Air とかの方がね、普通使う分には、なんかスポーツカーみたいな感じですね。なんで、音とかめちゃめちゃいいですね。マイクとかも。このポートとかがやっぱりね、マグセーフ、サンダーボルトと、両側にあったりとか、HDMI とかね、この SD カードスロットとか入ってるんで、そんな変わんないとは思いますけどね。デザインは変わんないと思います。基本これで、今なんでこんな感じのラインナップかな。14、16。ここにおそらく M3 Pro、M3 Max が入るんじゃないかなと思います。15インチは出たばっかなんで、こいつが、でもどうだろうね。まだ出ないみたいだけど、もしかしたら一緒に M3 で来るかも。とあと iMac 感じだと思いますね。今なかなかね結構複雑な感じにはなってるんで、この辺もうちょっとね綺麗にしてほしいけどな。M2 Pro のオプション1個でいい気がしますけどね。MAX ですとかなりですね40万ぐらいいくのか。はい。24あっても確かにいいかなって思いますね。ここはね。48はいらないからね。でもね。MAX ですと90万ぐらい。14インチでもするのでちょっと価格が怖いですけどね。はい。で、あと配送時期もね、伸びてますので、多分プロは来そうですけどね。っていう感じでございました。これ前回も話したんですけど、クリーンマイ Mac ですね。今、使ってるアプリあるんですけど、これめちゃめちゃおすすめで、ぜひ準備し、今 Mac 使ってる人準備しておいてもらってもいいかなと思うんですけど、インストーラー、アプリを簡単に消せたりとか、Mac アプリね、消すの意外とね、めんどくさかったりするんですけど、ちゃんと消えてなかったりとか、プライバシー保護とか、ウイルス除去かな。かなりね、いろんな機能があるんですけど、個人的に一番便利なのは、この一番上部に、このメニューバーっていうのがね、これ出るんですけど、このクリーンマイ Mac のマークがあって、押すとこう出てくるんですけど、容量とかですね、これも、一覧的に見えたりとか、で、メモリーですね、今どれぐらい使ってるのとか、もう見えますね。で、ここでそのままね、アプリをなんか終了させることとかもできます。はい、あとCPU のなんか温度とか状態が見えて、今じゃあ何に使ってんのかな、システム、これ多分、ちょっとよくわかんないですけど、あとはバッテリーの状態とか充電回数とか、かなり詳細見えるんですよね。一番使うのはこのね、スピードテストですけど、こうやって Wi-Fi とかね、スピード見えたりとか、これ上からね、アクセスできるのめちゃくちゃいいんですよね。これぜひね、チェックしていただければなっていうか、基本このスキャンっていうボタンを押してですね、こういう風にセキュリティチェックして、タスク、中身をチェックして、無駄なものをこう消してくれるっていうね、容量もそうだし、この動作も軽くしてくれるっていう感じですね。結構今探してますけど、はい、ビーンって音が鳴るんですけど、あとはこの実行を押すと除外しといて、あとはこのジャンクとかゴミ箱とかを消してくれると。273。かなりね、もう機能めちゃめちゃあるんで、基本このスマートスキャンだけでもいいですけどね。スペースレンズとかも中身をストレージを見えたりもするんで、今700、800ぐらいあるのかな、ギガぐらいあるんですけど、こういう感じでかなりね、視覚的に見えたりするので、めちゃくちゃいいですよ。かなりアップデートもですね、結構頻繁に来ますね。で、最近のソノマですね、最新のやつもサポートしましたんで、かなり早いです。一応 Apple もね、認定してるアプリなんで、この UI とかもね、めちゃめちゃ Mac に合ってるとか、すごいね、綺麗なんですよ、動きも。ここがいいです。はい、おすすめでございます。一応プランとしては、プランがですね、このサブスクと永久ライセンスあるんですけど、永久ライセンスで僕はいいかな。僕は永久ライセンスにしてます。違いはね、サブスクがもちろんまず低コストで使いたいみたいな方はいいんじゃないかなと思いますね。サブスクだとそのアップデートを受けれるっていうのはあるんですけど、さっきみたいな細かいですね、アップデートとかは永久ライセンスでも受けれるんですけど、どうやらこっちの方はね、わかんないけど、だいたい4、5年に1回ぐらい大型のアップデート、もう完全にアプリがもう変わるような中身がっていうのはこっちしか受けれないっていうだけらしいです。なので買い切りがお得なのかな、トータルで見れば。ただそのアップデートがいつ来るかっていうのは正直わかんないんで、なんとも言えないっていう感じですけど、僕は一応永久ライセンスにしてます。一旦無料でも使えるんで、使ってみてからでもいいと思います。感じでございました。はい、月曜にね、来ますので、前回もこちらもね、話しておりますし、iPhone 15の動画とか、iPad に関してもね、今回出なさそうですけども、話したりとかしてるんで、また多分ブラックフライデーとかも来ると思うんでね、はい、そこら辺もね、いろいろありますんで、iPhone 関連も上げていきます。あとはコミュニティ欄でお得情報だったりとか、動画とかね、上げてますので、こちらもチェックしていただければと思います。はい、ちょっと今日声が死んでますけど、いやー、楽しみですね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあ、またねー。火曜、もうすぐですよ。やばいやばい。もう早いよ。Mac ね。M3 ね。エアー出てほしいけどな。高そうでも。